皆様本日はまたこちらのお揚げシリーズ、前回好評だった豚肉とえのきのカリカリ揚げ焼きシリーズ今回は鶏のそぼろとしいたけの揚げ揚げカリ焼き揚げ揚げになっちゃうカリカリ揚げ焼き作っていきたいと思います。で本当にもう肉ときのこのこの組み合わせがすごい美味しいんですよ。なんでもう今回はそぼろとしいたけでやっていきたいと思います。ただ前回と味付けがねまた違う、ちょっとねまた変わっていきます。でまずしいたけなんだけど、ちょっとね今回前回はねひき肉が 300g だったんだけど、今回すごい安くて 368g あるので、ちょっと前回200だった。全然違うんだよ。前回200か300でもねえのか。だから今回はもう余ることを想定して、まあ多めに作って、あとはもう普通にそぼろご飯みたいな感じでねできるんで、お揚げの量は一緒なんでね。はい、じゃあしいたけは4つ使っちゃいます。ブンブンチョッパーでやっちゃうんで、ちょっとこのね軸の部分も使っちゃいます。はいはい、じゃあしいたけをブンブンしちゃいます。じゃあしいたけはブンブンチョッパーでいきます。はい、じゃあ10回ほどブンブンしたらもうはい楽ちん、こんな感じしたらもうこちらボウル入れちゃって、でお次は生姜で、生姜をね結構たっぷりめに使っちゃいます。こちらの生姜、まあこれはでかいんで、でも結構今回はねたっぷりめに使おうと思ってるんで半分ほど、ちょっと汚れが目立つところだけ落として、で皮ごと使っちゃいます。生姜これもねブンブンするんですけど、ちょっと大きすぎるとねブンブン時間かかっちゃうんで、適当な大きさにカットして、みじん切りにすれば食感も残るからね。はい、約10回ほどしたら結構粗みじんな感じで生姜が。でここに鶏ひき肉、今回ももです。はい、全部もう入れちゃいます。鶏もものひき肉、中に入れるねタレというか味付けをするんだけど、この中でやっちゃったらこの中に余ってるのもね全部入れれるんで、まずここにお醤油大さじ2杯、にみりんも大さじ2杯、みりんでお酒大さじ1、あごだしこちら小さじ1杯ほど少量です。でここに黒胡椒少々、お塩はね醤油とかの塩分が結構しっかり入ってるんで入れなくて大丈夫。胡椒だけ入れてあげて、そしたらこちらをしっかりと混ぜ合わせます。では種をしっかり混ぜ合わせたら、あとは仕上げのねこちらのお揚げなんだけど、いつも通り半分にカットしてひっくり返します。はい、お揚げは開きやすいお揚げって書いてたけど、まあで中を一回開いてあげて、そしたらこちらをひっくり返します。俺はこの作業がちょっと破きそうで怖いんだけど、こうするとねカリカリに仕上がるので、はい、こうやってひっくり返してあげて、そしたらこの中に先ほどのこの種を入れちゃいます。はい、これくらい8割ぐらいかな。で最後ね口を閉めることを考えたらマックスまで入れちゃうと厳しいんで OK。 じゃあ最後ここを口をパスタで閉めちゃいます。あ、これちょっと溢れるけどまあご愛嬌。はい、パスタを通してで適当な大きさにカット。はい、こんな感じ。パスタで口をしたらね加熱した後このパスタごと食べられるので、つまようじとかみたいに危なくないんでね。ではこんな感じでお揚げをひっくり返して中に種を詰めてパスタで口を閉じたら基本的には完成なので、じゃあこちらどんどん量産していきます。ではこちらのお揚げが全部準備できたので、フライパンに
サラダ油とか米油とかそういう系の油を入れていい伸ばしの。そしたらもうこちらのお揚げたちを投入していきます。はい、10個で、火はちょっと弱めの中火ぐらいかな。ちょっと押してあげて、接地面をね多くしてしっかりと焼き色をつけます。これ結構ポイントだよね。うん、全面にね。結構しっかりとね押さえつけてあげて大丈夫です。口もね縛ってるんでビュッて出ることもないしあと種ぴったりでしたね。前回はねえのきが結構な量があったから、今回はお肉 300g、360ぐらいあったんだけど、それくらいでお揚げ分ちょうどでした。そしたらしっかりとねフライパンに全面押し付けたら、で弱めの中火のまま蓋をして、この状態でまず3分間しっかりと中まで火を通していきます。はい、では3分経ったので一旦こちらひっくり返します。おお、はい、じゃあひっくり返していきます。うわー、いい焼き色。そしたらまた同じぐらいの弱めの中火で、また反対側の面もねちょっと、ただギュッてやると今度はねもう火がちょっと中のねお肉固まり始めて、あんまり押しすぎちゃうと肉汁も溢れてきちゃうんで、ちょっとまあ軽くね鳴らすぐらいで押さえてあげて、そしたらまた蓋をして、さっきよりももうちょい弱めぐらいでもいいかな、火は。この状態でまた3分やります。ではひっくり返してまた3分やったら、おっとすごいね今度は。そしたら今度蓋開けてちょっと火強めにして、中火よりもちょっと強めぐらいかな。で中にあるね出てきた水分を飛ばしつつ、最後表面カリカリに仕上げていきます。でこの肉汁とか中から溢れてきてるので蒸し焼きみたいになって中までしっかり火が入ってるので、あとはもうここにある水分飛ばしてカリカリに仕上げるだけです。はい、じゃあこんな感じ、今ひっくり返したらこれくらいいい感じでねカリッとなってるので、また最後ひっくり返した面もしっかりとカリカリになったら、こちらでそぼろとしいたけのカリカリ揚げ焼き完成。じゃあ実際食べていきたいと思います。では早速実食していきたいと思います。いただきます。いただきます。お腹が空いた。乾杯。乾杯。冷た。今日めっちゃ冷えてる。すっごっ。ちょっと食べていいですか。じゃあお腹が好きすぎてからし醤油と生姜醤油を用意しました。いきます。はい。うまい。いただきます。もうでも何もつけなくても超美味しい。うわー、これ何もつけなくてももちろん美味しいんだけど、生姜醤油確実に合うのと唐辛子だね。これもうね、お子さん多分超大好きだと思いますよ。うまっ。ここは用意しといてよかったね。これですよ。もうね、中からねじゅわーっとね肉汁が溢れて、
あとね生で生姜を入れてくれてるから生姜のいい香りが超するんですよ。それがたまんなく美味しいね。もう油揚げの中に旨味が閉じ込められてる感じ。あとお揚げがめっちゃ吸ってくれてんだよね。前回よりほんとジューシーさが増してる感じ。すごい美味しいよね。全然違うんでもそううね。まあ前回とさ使ってるお揚げも違うからさ、そうだね。そこら辺もあると思うけどめっちゃ美味しい。これは本当にチューブじゃなくて生の生姜使ってもらいたいね。それからしで食べたい。からし醤油ハマってんだよね最近2人ともね。ね、めっちゃうまいよね。うまい。ちょっとからし醤油で。やばい。あ、うまっ。やみつき感ですって言っちゃう。超うまい。からし醤油つけてもらいたいねこれ。めっちゃうまっ。からしめっちゃ合う。うまい。本当に低糖質なんだけどもうご飯が進みすぎちゃうから、我慢できないよね。ちょっと乗り切らなかったやつ持ってきました。よっしゃ。マジで。でも俺からし好きだな。ね、うまいね。たっぷりつけて食べるし。これサックサク。もう焼き加減が抜群だよ。もうこれぐらいやっぱり焼き色をやっぱなんだっけ餃子並みにつけてほしいんだよね。分かりやすく言うと。本当にお腹空いてたんだね。いつもよりマシで早い。もうないもん。早いわ。いただきます。見たらサクサクしてるこれ。ということで本日はですね油揚げに入れて焼くだけシリーズ第2弾ということで、そぼろとしいたけのカリカリ揚げ焼きをこうちゃんに作っていただいたんですけども、いやーもうね前回のもうめちゃくちゃ大好評だったんですよ。それとは全く味がガラリと変わってるんでぜひね作っていただきたいなと。ご飯はね低糖質なんだけどもご飯をやっぱり一緒に食べるとめっちゃ美味しいんでおすすめだっていうのと、味はもうしっかりしてるんでそのままで食べてももちろん十分おつまみとしても美味しいんですけど、ご飯と一緒に食べる場合はからし醤油ね、これね本当に合うんでぜひねつけて食べていただけたらなと思います。はい、ということで本日は以上になります。めちゃくちゃ美味しかったです。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。最後までご視聴ありがとうございました。またね、バイバイ。